皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。日本人と接していて意味は合っているはずなのになぜか相手の反応が冷たいと感じたことはないですか？実はこれはちょっとした言葉の選び方で起こっているかもしれません。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは言葉や行動の背景にある日本人にとっての当たり前や価値観を皆さんと一緒に見ていきます。今日は4つの D というキーワードから日本人の心を覗いてみましょう。今日もこちらの本、正直に語る100の講義からお話をしたいんですが、前回文頭でなのでと始めるのは文法的には不自然だし、年上受けはあまり良くないっていう話をしました。本来はだからやですからが正しい接続詞ですよね。でも最近の日本人は会話の文頭でだからをあまり使わなくなってきてるんですよね。皆さん理由は知っていますか？理由は文頭のだからは言葉が強く聞こえすぎてしまうんですよね。この本の著者森さんは30代の娘さんがいらっしゃるんですが、その方に理由を聞いてみたらしいです。すると、だからで始まる言葉は強すぎて、嫌味に聞こえると言われたそうです。確かに、だからそう言ってるじゃんは、ほら言ったでしょというように、無意識に相手を責めたりとか、あと嫌味を言ったりするようなニュアンスが混ざりやすいんですよね。一方で、だからの代わりに最近よく使われるなのでは、角が取れていて柔らかくて親しみやすい響きがありますね。だからこそ文法的にはグレーなんですけど、多くの人に選ばれてるんですね。なのでは理由を言いながらも、相手にね、判断の余地を残すような言葉ですよね。ここでちょっと別の本を紹介したいんですが、それがこちら。仕事ができる人は知っているこびない愛嬌力という本です。こちらでもだからは使わない方がいいと書かれてある章があるんですよね。この本では使わない方がいい言葉として、でも、だけど、だってを挙げています。禁止用語っていうふうに言っています。ビジネスの場面では、今言った3つにもう1つ加えて、どうせを入れた4つの理、言わない方がいい口癖として有名です。皆さん知ってましたか？この本では、これらの言葉をよく使う人は、相手の意見を一旦受け止めることが苦手だと判断されるリスクが高いと言っていますね。例えば、でも無理です。どうせ無理ですよね。だって忙しいんです。だから言ったじゃないですか。こうした言葉が文頭に来ると、相手はね、ネガティブに感じてしまうことがあるんですよね。もちろん、これらの言葉が全て悪いわけではありません。問題になるのは、相手の話を受け取る前に使ってしまうことなんです。例えば、文頭で、だからそれは違うと思います。と言われるとどうでしょうか？私自身、日本人としてこれを言われると、目の前でパシッと自分の意見を叩き落とされたような、拒絶されたような感覚になりますね。一方で、上手にコミュニケーションを取る人っていうのは、まず、そうですね、なるほど、みたいにクッションのような言葉を最初に置きます。そうですね。その点を踏まえると私はこう思います。こういうだけで相手は、自分の話一旦聞いてもらえたんだなって安心して、その後の意見もスムーズに受け入れてもらえるようになります。文法的に正しいことだけが、会話のベストとは限らないっていうことですね。ここが日本語のとても面白い、あとは難しいところですよね。自分の意見を言う前にクッションを一言置くと、日本人とのコミュニケーションがスムーズになるかなと思います。皆さんの周りで今日紹介した4つの理使っている人はいませんか？
あるいは自分が使いすぎていないか一度チェックしてみてくださいね。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。バイバイ。